銀河帝国誕生から10年後のコルさんと、ご立派なジェダイテンプルではなく、オーダー66後に銀河皇帝パルパティンの本拠地となったインペリアルパレスからスタートです。共和国から帝国へ内側は大きく変わったものの、多くの人々が行き交うコルサントの姿は変わりませんね。そんな中現れたのはオーダー66を生き延びたジェダイカル・ケスティス。手錠をかけられ移送中のようです。移送船はコルサントのアンダーワールド、より無秩序な空間へと進んでいきます。レベル2046という中階層に到着したカル。彼が連れて行かれる先にいたのは、大臣門官ではなく、同じパウワン種族のダホ・セジャン上院議員でした。予告に出ていたのはこの方だったんですね。なんとなくドラマオビアンの大臣門官に似ていますよね。しかし、ジェダイを捕まえるにはレイシールドにぶち込むぐらいはしないと。手錠は当然のように解除され、一気に形勢逆転。実は彼の逮捕は仕事仲間たちと共に仕組んだおとりで、議員に迫って帝国の内部情報を入手するのが目的でした。そして議員を捕らえた彼たちが目にしたのは、さらに勢力を拡大させる帝国の姿でした。任務完了と一息つく間もなく、やってきたのはナインスシスター。かつて彼に敗北したナインスシスターが復讐に燃えて襲いかかってきます。激しく暴れ回ったので議員に加え、彼の仲間も多くが犠牲になりました。しかし、より成長した彼は、ナインスシスターの首をあっさりと打ち取ります。残りの仲間と共に脱出する一行をタイファイターが追撃します。この時仲間の一人ブラボーが振り切れないと言い彼が今行くと声をかけるくだりがあるのですが、このセリフが出た時に正直、これはやばいかもなと思いました。なんとか逃げ去った彼でしたが、残ったのはカルと BD の2人だけでした。BD が録画したホログラムには過去の冒険を共にした仲間たちの姿が映っており、より孤独感を感じるオープニングで物語は幕を開けます。皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのサックです。今日解説していくのはジェダイサバイバー。ジェダイとして成長したカルが帝国が力を増す時代でどのような物語を紡いでいくのかを追っていきたいと思います。また衝撃のエンディングについても考察していきます。本当この時代は突然自爆するドロイドに足場の悪い通路など、一歩間違えれば死がそこに迫る厳しい世界が待ち構えていますからね。一瞬たりとも気は抜けません。先ほどの逃亡劇でマンティスのジャイロモジュールが破損してしまったため、修理を依頼しに、かつて共に戦った仲間グリーズドリタスを訪問します。グリーズがいるのは惑星工房。ボロボロになったマンティスでなんとか不時着したカルは、渓谷を通ってグリーズが営む酒場、パイルンサルーンに向かいます。道中では、ベッドラムレイダーなる組織が工房を徘徊し、渓谷に訪れた炭鉱者たちを排除していました。また彼らはバトルドロイドたちを復活させ、組織の警備を任せていました。B1 バトルドロイドの会話が相変わらずひょうきんで可愛らしいですね。酒場に到着したカルですが、中から突然カエルのようなエイリアン、ターグルとベッドラムレイダーとのいざこざを目の当たりにします。レイダーからターグルを救出したカル。この場でベッドラムレイダーのリーダー、現代種族のレイビスと出会います。ちなみにレジェンズの設定では、現代は骨がなく、筋肉と神経系の集合体となっているため、全身を鎧で覆っているそうです。顔の横までビチビチに覆っているのは、ただのファッションっていうわけではなかったんですね。ということで、ようやくグリーズとの再会を果たしたカル。相変わらずな調子のグリーズですが、右腕が一本義手になっています。これは前作ホールンオーダーの後、マンティスのメンバーが尋問官、フィッスブラザーと戦った際、カルを救うために犠牲になったためです。また前作からの5年間で、メンバー自身もそれぞれ変わっていました。彼は帝国への復讐に対する執着が強まっており、シアは戦いより、ジェダイの復興を目指していました。家族を失った悲しみと怒りの拠り所を探し続けるメリンに、腕を失って今まで通りいかないことに苦しむグリーズ。それぞれの進む先が異なっていたため、メンバーは解散し、帝国との戦いを続けるカルと、その相棒 BD1 がマンティスを使っていたということですね。カル自身も戦い自体が目的になってしまっているようです。そんなカルを落ち着いてたしなめるグリーズ。実家のような安心感ですね。密輸用のトンネルから予備のジャイロを発見したカルでしたが、突然地面が崩壊し、地下の聖堂へと迷い込みます。そこで停止中のドロイド G を発見し、
フォースエコーで過去の記憶を読み取ります。そこにはハイリパブリック時代のジェダイ、サンタリクリーから森の受信アンテナを分け、タナローの鍵を回収するように指示された様子が映っていました。聖堂のパズルを解いて G を救出したカルがパイルーンサルーンに戻ると、コルサントで別れた仲間であり友人でもあるボード・アクナと再会します。G がサンタリから託されたターナーキーでタナローの鍵を回収するため森へと向かうカル。道中徘徊する帝国兵やドデカクリーチャー、悪性の工房ダストに行く先を妨害されますが、シアの教えなどを思い出し、険しい道を進んでいきます。いきなりランコアが出てきた時は圧倒的絶望感を味わいましたけどね。ハイリパブリック時代の施設を進み、受信アンテナを開けたカルは、バクタタンクに保存された謎の男を発見します。タンクに触れると、古代のジェダイ、ダガンゲラがサンタリと共にタナラオを訪れている様子が浮かび上がります。はじめは新たな世界発見の喜びを分かち合う二人でしたが、タナローを新たな時代育成の場としたいダガンの思いとは裏腹に、時代協議会の決定はすこぶる遅く、そうこうしているうちに敵襲を受けてしまいます。組織内の手続きが遅いのは昔から変わらないんですね。ちなみにここで襲ってきた敵はナイヒルと呼ばれる宇宙海賊で、当時時代オーダーの脅威として扱われていた存在ですね。回想が終わり、バクタタンクからダガンを解放したカルでしたが、当時の評議会がタナローを捨てる決断をしたことに数世紀経ってもブチギレているダガンは、クリスタルを淡い赤色に染め、カルに襲いかかってきます。あのベイダーでさえクリスタルを変化させるのに手こずっていたのに一瞬でやっているのだから、相当なブチギレだったことがわかりますね。古代の強力な時代とはいえ、寝起きでは調子が出ないのか、カルを圧倒することはできずに撤退します。ここでダガンに助け舟を出したのはレイビスでした。レイビスはかつてダガンに一騎打ちで敗れたことから忠誠を誓っていたのでした。ということでタナローへの鍵はダガンだったことを知ったカルは、サンタリの意図がつかめずに困惑するのでした。グリーズによって復活したマンティスに戻ったカルは、グリーズとボードに帝国から逃れられる安全な土地、タナローのことを伝えます。店に戻ろうとするグリーズを誘うカル。昔のようにはいかないと悩むグリーズでしたが、自身が必要とされていることを感じ、マンティスのメンバーへと復帰します。そして以降は、タナローへの道筋を目指して行動を始めることに。手始めに、時代惑星に詳しい者、かつての仲間、シアがいる惑星、ジェダへと向かうのでした。シアは砂漠でナーキスの忍者という時代信仰者たちと行動を共にしているらしく、ジェダ到着の直前、その忍者から砂嵐が迫っているため、別のポイントに着陸するように伝えられます。手配された道案内役と合流するため、合流ポイントへと向かうと、そこにいたのはかなり雰囲気が変わったナイトシスター、メリンでした。シアの元へと進む二人。道中は帝国兵の妨害にあったり、スパメルに乗ったり、砂嵐に襲われたりと、なかなか忙しい展開です。砂嵐を逃れるため、洞窟で一旦休憩する二人。かつては迷いがあったメリンでしたが、様々な世界を回り、そこで出会った人々の目に映る自分を見ることで、自分自身を認め直すことができたようです。そんなメリンをカルは、改めて受け入れるのでした。目的地に到着したカルたちは、そこで意外な人物と出会います。ジェダイマスターで BD1 のかつての所持者、E のコルドバ。あれ？前作では共和国の終わりを感じ取り、BD を次世代に残して消息を絶つっていう感じだったので、普通に登場してきてびっくりしましたね。騎士に関する情報がなかったので、生きていても不思議ではないですが、その後 BD やその相棒となったカルに一言もなかったのは、コルドバらしいといえばそうかもしれませんね。そして再会したシア。彼女は時代アーカイブを再建していました。またそれ以外にも隠された道という帝国に追われる人々に安全と新しい身分を提供する場を設けているとのこと。この隠された道はドラマオビアンで登場したパスと同じもののようですね。彼はシアが帝国との戦いから身を引いたと思っていましたが、シアは直接戦う以外の道で人々を助けていたのでした。コルドバのアドバイスを受けながら、タナローへの調査を続けているうち、ジェダにある巡礼者の聖地に帝国軍が襲来します。そこには忍者の一人、ブラザー・アミアスがおり、
アミアスは隠された道の情報を得る受信コードを持っており、それが帝国に渡ってしまうと、隠れた人々が危機にさらされてしまいます。アミアスを救出し、受信コードを回収するため、カルとメリンは聖地へと向かいます。アミアスの元へとたどり着いたカルとメリン。帝国の巨大な重機によって、アミアスの命は失われてしまいましたが、受信コードを持って聖地からの脱出を図る二人。激しい攻撃を受ける中、さすがの時代ももうこれまでかと思われた瞬間、メリンがカルにキス。もちろんこれだけでは事態は解決しないので、メリンが作ったワープ通路の中をお互いの信頼のもとに突き抜けていきます。ちなみにここの空中移動、半端なく楽しかったですね。無事アーカイブへと戻った彼は、コルドバとボードが見つけた調査結果を聞くことに。そこには、タナロー発見までの流れが記されていました。深淵を調査するための研究所が工房に作られ、その責任者がサンタリ・クリでした。そして安全な航路を見つけるため、危険な単独飛行に志願したのがダガン・ゲラです。サンタリはダガンが入手した座標から深淵コンパスを発明していたのでした。タナローで新たな時代を築こうとした矢先、ナイヒルたちが襲来し、ジェダイオーダーはタナローを放棄、コンパスの破壊を命じます。これに対しダガンは、自分が見つけた惑星を放棄するなんて絶対ダメっていうことで、オーダーに反旗を翻すことに。残された深淵コンパスがあることが判明し、コンパスを探しに向かうカル。そして迷える人のために避難所を探し求め、帝国と戦うことを決意したメリンもマンティスのメンバーに復帰しました。工房に戻った一行は、レイダーによって G が連れ去られてしまったことを知ります。カルとボードは、レイダーの基地、ルクレハルクへと向かいます。基地の中で G を発見したカルは、待ち伏せていたレイビスによってターナーキーを奪われてしまいます。BD によって間一髪逃げ延びたカルは、再び基地を探索し、ダガンとレイビスの会話を覗き見ることに。ダガンはレイビスに、最後のコンパスが隠された、砕かれた月、イェイクを命じていました。G を救出したカルは、再度ダガンと対峙。タナローへの執着によって目が曇っている事実を突きつけながら、今まで培ったスキルで古代の時代へと立ち向かいます。寝起きだった前回とは異なり、調子が戻ったダガンに苦戦するカルでしたが、助けに入ったボードにより事なきを得ます。その後、レイビスを追って砕かれた月へと向かったカルは、ついにレイビスとの一騎打ちを果たします。異常な再生力を持つ現代の能力ですが、戦いの末中枢神経を破壊されたレイビスは敗北を認めます。工房にある観測所の道を開くためにダガンに派遣されたと語るレイビスは、そこに最後のコンパスがあると伝えます。そして戦士としての名誉の死をカルに求めるのでした。月の研究所を探索したカルは、タナローへの執着でコンパスを奪い取ろうとするダガンと、それを止めようとするサンタリのビジョンを目にします。強引にコンパスに手を伸ばすダガンの腕をサンタリのライトセーバーが切り落とします。気を失ったダガンをサンタリはバクタタンクに入れて隠すのでした。マンティスに戻った彼はタナローに執着したダガンと打倒帝国に執着する自身を重ね思い悩みます。そんな彼にメリンは、彼は頑固だが野心で動かない。道を誤ったら自身が連れ戻すと声をかけます。カルと同じく家族を失い、気持ちのぶつけ先を探して迷っていたメリン。銀河をめぐって自分自身を見つめ直した彼女の言葉は、ただの慰めではなく、カルにとっても重要な意味を持ちますよね。工房の観測所に到着したカル、とんでもない数の帝国兵、レイダー、ドロイドが立ちはだかりますが、なんとか観測所の頂上にたどり着き、そこでサンタリの最後のメッセージを見るダガンを発見します。サンタリのメッセージは、ダガンが起きた後、自身を探すか、タナローへ行くのかを選ばせるものでした。つまり、サンタリがダガンを切った後、バクタタンクに入れて工房の森の受信アンテナに保存。大災害が起きた際に G に解放を頼んだものの、結局間に合わずに数百年眠ったままになってしまったっていうことですね。完全にプッツンきたダガンは、フォースイリュージョンによって分身を生み出したり、失われた腕を再生して攻撃を繰り出してきます。一方のカルも、ダガンが持つ恐怖を逆手に取り、自身をサンタレに見せることで嘘をつき、ダガンの体をセーバーで貫きます。最後まで抵抗を続けるダガンでしたが、背後からボードのブラスター攻撃で終了。
回収したコンパスをコルドバに届けますが、修理にやや時間がかかるとのこと。その間に残りのメンバーはわずかな休憩タイムを設けます。彼はシアに、タナローをアーカイブや隠された道のために利用することを提案し、一緒に来るよう誘います。シアもその提案に合意し、再びマンティスの旧メンバーが揃うことに。ボードと会話するカル。ボードは先にタナローに行き、安全かどうかを確認するよう提案しますが、カルは隠された道の人々を手配するのを優先します。入れ替わりでやってきたアメリンと二人の時間。ここで彼は過去のジェダイオーダーから離れ、今自分自身が本当に欲しいものを見つけたとメリンに告白します。コルドバの修理が終わったようで、ようやくタナローへの道が開かれたと思った瞬間、帝国軍が襲来します。そしてアーカイブでは、ボードがコンパスを盗み、コルドバに銃を突きつけていました。ボードを説得するコルドバ。さすがに無防備すぎやしないかと思ったのもつかの間、ボードのブラスターがコルドバを貫きました。いや、ジェダイマスターどうしたと思ってしまいますが、他のメンバーにも一切裏切りを悟らせなかったボード。明確な殺意を悟られず、引き金を引いたため、コルドバも戦闘態勢に入る前に終了してしまいました。逃走するボードをスピーダーバイクで追跡するカル。帝国軍も介入してきますが、攻撃をかわしつつ、なんとか高台で足止めします。ボードはこの後、アーカイブは悲惨なことになると語り、ダガンから回収していたライトセーバーを起動させます。ボードはその裏切りを隠していただけではなく、自身がホース感能者であることも他の時代に一切気づかれずに振る舞っていたのでした。フォーススキルなしでも相当な力を持つボード。力を解放した彼は相当な実力者であり、戸惑い中の彼は彼を捉えることはできずノックアウトされてしまいます。場面は変わってアーカイブを守るシア。帝国の大軍を足止めするために、忍者と共に門の前に立ちはだかります。圧倒的なスキルで帝国を制圧し、合流したメリンと共にハンガーのマンティスを守り抜きます。シアはメリンとグリーズをマンティスに残し、アーカイブを守りつつ、隠された道の受信コードを回収するため、中央倉庫へと向かいます。BD に受信コードを託したシアは、到着した敵との対面を果たします。そこに現れたのはシスの暗黒兵ダース・ベイダー。機械の体から繰り出される攻撃は、一発一発は強力なものの、そこまで素早さはないかな、なんて思っていたら、だんだん体が温まってきたのか、戦っているうちに攻撃が苛烈になってきました。むしろ温まりすぎて、ちょっと燃えていましたけどね。強力な連続攻撃を含む圧倒的な強さに、プレイヤーもろともダークサイドに落ちそうになりますが、シアはベイダーを追い詰め、最後の一撃を放ちます。しかしそこはダース・ベイダー。ギリギリのところでシアの攻撃を避け、逆に自身のセーバーをシアへと突き刺します。その後、シアの元にたどり着いたカル。彼は砲成功を使って、シアの伝説的な戦いを読み取ります。そしてまた、二人目の師匠を失った悲しみを抱えることになるのでした。ボードの裏切りに加え、シア・コルドバを失った悲しみに暮れる一同でしたが、ボードが乗っていた船の受信ビーコンの情報をつかみ、信号の発信元であるノバンカロン星系へと旅立ちます。たどり着いた先には、小惑星群の中に建設された帝国保安局の軍事基地がありました。基地の商工居住区では、サンタリが残した新たなメッセージを発見し、またボードの娘、カタと出会います。ついでにおなじみの丸もありましたね。カタと会話している途中、ボードが部屋に戻り、帝国保安局で働くことになった経緯を語り始めます。元自体のボード・アクナは、共和国の諜報機関、共和国情報部に送られ、コマンダー・デンビクと共に働いていました。しかし共和国が終わりを迎えた後は、尋問官の時代狩りの対象となるため、諜報機関でのスキルを活かし、身を潜めていました。そんな中、家族を作ったボードですが、ついに尋問官に見つかり、妻が犠牲となります。その後は娘を守るため、帝国士官となったデンビクと取引し、彼のために働くことで、娘と共にかくまってもらっていたのでした。ボードは反乱軍の動向を探るため、彼たちにスパイ活動を働いていましたが、安全な場所、タナローについて知ったため、娘と共にタナローに行こうと考えていたのです。彼を裏切るつもりはなかったものの、隠された道と
という赤の他人にタナロウの情報を漏らすのは我慢ならず、今回のコンパス独り占め事件が発生したっていうことですね。そして彼に自分の位置を知らせたのも、基地を破壊して自分たちの逃げる隙を作るためでした。肩と共に逃走を図るボード。追いかける彼は帝国の軍隊に圧倒されますが、ボードの度重なる裏切りでついに堪忍袋の尾が切れ、ダークサイドの力を受け入れます。再び現れたデンビックに怒りを向けるカル。そのまま息の根を止めようとしますが、メリンの言葉で中断し、完全な闇落ちを回避します。彼もグリーズが言っていた、後悔したくないなら人の忠告は聞くもんだっていう言葉をちゃんと実践しているのが偉いですね。コンパスを持ってタナロウへと逃げたボードを追うための手がかりを探る一行。ボードの部屋に残された3たりのメッセージには、コンパスを使わずにタナロウを訪れる手段が残されていました。工房のアライメント調整センターで、工房と月のアンテナ角度を調整し、メッセージ内の座標にセットすることで、通行を邪魔する工房ダストを一掃し、タナロウへの道が開かれるのだそうです。調整センターでアンテナの角度を設定したカルは、グリーズ、メリン、BD と共にマンティスに乗り込みます。そして残った G がアンテナを起動させると、深淵の中に道が出現します。深淵の中は無数の障害物が入り組んでおり、高度な操縦が求められますが、自信を取り戻したグリーズによってなんとか奥へと進んでいきます。ただアンテナがオーバーロードし、深淵の空間が不安定になってきたため、彼はハイパースペースジャンプを準備。座標設定なしでハイパースペースに飛び、砕け散ったマンティスの破片がアウターリムに飛び散る。かつて工房と月を襲った大災害の再来を危惧したグリーズに止められますが、視野の助けを借りて、奇跡的にタナロウ手前までジャンプすることに成功しました。タナロウに到着した一行、カル、メリン、BD は、ボードを追ってハイリパブリック時代の寺院を目指します。道中彼は、視野の言葉、ジェダイは誰でも暗黒面に惹かれる、との言葉を思い返しながら、ボードを憎む自分と向き合います。また、肩の状況は、かつて自分たちが家族を奪われた場面と同じであることをメリンに伝えます。そして二人は、ボードに投降のチャンスを与えることにするのでした。それにしても彼の周りには様々な悩みを抱えつつ、その悩みに向き合ってきた人たちが多くいますよね。これが帝国との戦いの中で、彼を闇落ちさせなかったことにつながったのではないでしょうか。寺院に到着した二人は、寺院の前に一人で座る肩を見つけます。肩もボードが道を外れてしまったことを理解しているようで、自身に向けられている愛情と孤独感で苦しんでいました。三人がボードの前に到着すると、肩の静止も聞かず、ボードは怒りを爆発させます。妻を失い、娘を守りたいという気持ちで行動していたボードですが、家族を失う恐れや、外の世界に対する恐怖を抑えきれなくなっていました。そういった負の感情から来る自身の行動を、父親の責任として正当化していたのです。もはや戻ることのできないところまで来てしまったボード。彼も闇を受け入れて対抗します。最後は彼が手にしたブラスターによってその生涯を終えるのでした。残された方は、カルとメリンが保護し、マンティスで行動を共にします。父親を殺され、その相手の下で行動するという状況になった方ですが、思いのほか冷静でした。本当はだいぶ前からボードとの関係は壊れ始めていたのかもしれません。ジェダイサバイバーのラストは、前作ホールンオーダーとは異なり、より陰鬱とした終わりを迎えます。仲間だと思っていたボードの裏切りにより、シア、コルドバの命が失われました。また彼は、かつて自身が体験した喪失感を、ボードの娘、カタに与えることとなり、その責をこれから背負っていくことになります。そんな彼ですが、シアが志半ばで終わった、ジェダイの復興を成し遂げることを誓います。そんな彼のもとに彼女を導いてというシアの言葉が届きます。カタはこの後、彼のもとで修行を積んでいくことになるようですね。ボードが持っていた深淵コンパスはまだ機能を果たしているようで、今までの銀河に戻ることも可能です。ただ、この後私たちが知っているスターウォーズでは、タナロウについて言及されることはないので、どこかのタイミングでタナロウと既存の銀河を完全に切り離すことになるのかもしれませんね。
彼たちの物語はまだ続いていきますが、様々な思いを抱え、より影響力が強まった彼が、どのような行動を起こしていくのでしょうか。まずは、まだ訪れていない場所を探検しに出発したいと思います。さて、ここからは、彼のこれからの物語について考察していきましょう。ジェダイフォールオーダーで彼は、力のないパダワンから戦いを通じてジェダイナイト級の腕前を回復していきました。また、一作目では闇に落ちた尋問官や、元ジェダイと戦いを続けたことからも、一作目のテーマは光を取り戻すことであったと言えるでしょう。しかし、二作目はどうでしょうか。彼は初戦ではナイスシスターを倒しましたが、以降彼は戦いに疲れていたように見えました。例えばダガンゲラ復活時には、戦いを一方的にふっかけてくるダガンに嫌気がさしたような表情で交戦していましたし、レイビスにとどめを刺す戦いでは、戦士としての死を求めるレイビスに対して、彼も疲れを感じ、最後とどめを刺したように見えました。平和の守護者であるジェダイである彼ですが、第2作目では若干闇に傾きかけていて、戦いに嫌気がさしているように見えました。メリンが作中で彼に投げかけた言葉、帝国は私たちから何もかも奪った。あなたを失いたくないというセリフ、このセリフに示される通り、今までの彼とは異なり、何かの目的のために戦うのではなく、戦いを終わらせる方に舵を切るシーンが多く見られました。例えば、レイビスを殺すシーンや、ダガンゲラを殺すシーン。彼は平和の守護者としてのジェダイではなく、逃げて生き延びることに必死なジェダイ、まさにサバイバーであることを物語っていました。そしてこれこそが第2作目のテーマでした。今作のテーマは、生き延びるためなら闇を受け入れるのか、だったのです。あまたの尋問官やジェダイが、生き延びるために闇を受け入れました。そして今回彼が闇を受け入れるか選ぶシーンが描写され、明確に闇を受け入れることで、ハイリパブリック時代のジェダイ、ダガンに勝利。そして裏切り者ボードにも勝利しています。彼は相手の心のトラウマにつけ込んだフォースビジョンを見せつけたり、闇を受け入れたフォースショークでピンチを突破しています。これによって彼は死の危険があれば闇の力を使っても良いっていう状態になっており、これはまさしくダーク時代に一歩足を踏み入れた状態になっていると考えられます。そしてここからが問題。これからどうなるのかということです。彼が率いていくタナローのジェダイオーダーは、おそらく平和の守護者としてのジェダイではなく、生き延びるためなら闇の力すら使う反ダーク時代集団になっていくのではないでしょうか。もしかすればいつの日か、レイのニュージェダイオーダーと彼の率いるダーク時代オーダーがぶつかり合う日が来るのかもしれませんね。もしゲームに第3作目があるなら、それは彼がどのような時代マスターになるかを問う物語になっていくはずです。古い時代オーダーを踏襲するのか、彼独自の闇をある程度受け入れる時代オーダーになっていくのか、意見は分かれると思いますが、私はダーク時代オーダーが完成するのではと考えています。ジェダイの逃亡を助けるパスでは皆傷を負っています。まさにサバイバーたちの集団ですよね。彼らは帝国に追われ続け、大事なものを失うことで、かつての時代の道が完全でないことを知っています。そんな彼らが集まったら、ダーク時代オーダーが完成するのは必然であると言えるでしょう。皆さんは彼がこれからどうなっていくと思いますか？また時代サバイバーをプレイした感想も教えてくださいね。それでは次回の SF 作品でお会いしましょう。